別にそんなに無理して白米食べなくてもいいんじゃないですかね。最近ちょっとね、米の値段が高騰してますよね。それで私もですね、いろいろ考えて、コスパどれが一番いいかっていうのを AI 使って分析させたりとかしてみたら、一番安かったのは小麦粉。ただちょっと調理する手間がかかりますよね。水豚にしたりとか、一手間加えないと。食べられないということで、その辺はめんどくさい。その次ぐらいにパスタはかなりコスパがいいですね。調理する手間をただ茹でるだけですからね。誰でも作れますし。で、他にもですね、押し麦とか結構安いです。1キロ500円とか。全然その米と比べても安いんですよ。ということで、私もうちのお米なくなっちゃったんで、押し麦買ってきて、代わりに炊いて食べてみたいにしたんですけど、私は普通に食べられました。別に粘り気のないご飯みたいなものですけど、そんなに悪くないと思いますけどね。私はそんなにそもそも、もちもちしたご飯が好きってわけでもないので、カルローズ米、アメリカのそのカリフォルニアのお米、この間紹介しましたけど、基礎の問題とかね、ポストハーベストの問題とかありますけど、別にじゃあ水に30分くらい浸積して、よく洗って、そしたらですね、減らせるそうなので、実質的に、別にじゃあ日本産の国産の農産物食べるのと危険度は変わらないと思いますけどね。じゃあここでまた別の話ですけど、前に浜松市内のとある小学校給食でお米を出すために、白米を生徒に出すためにおかずを削ってるみたいな話聞いたんですよ。これ別にじゃあ浜松だけじゃなくて全国的にいろんなところで問題になってるみたいな、おかずが唐揚げ1個だけとか話題になってましたけど、そこまでするんだったら麦飯とか言いますけど、白米にじゃあ押し麦をね、3対1ぐらいで混ぜたらちょっと安くなるじゃないですか。そんなに白米とすごい変わるわけでもないし、なんなら栄養価も上がりますしね。で、その代わりおかずを増やしてあげた方が子供にとっては、子供の成長にとってはいいんじゃないかというふうに思いますけどね。実際別に小学校給食で違う食べ物を導入するとそれだけで多分設備を変えたりとか大変だと思うんですけど、じゃあ今出してる他の主食、ソフト麺とかパンとかの頻度を上げて、白米を頻度下げれば、それだけで済む感じもするんですけど、なぜそれをやらないんですかね。そんなに白米にこだわる理由って何なんですか？やっぱ日本人は米だよなとかって言いますけど、でも別にじゃあ小学校給食って私とある年配の方に聞いたんですけど、1970年代、80年代ぐらいからだんだん今みたいに白米に変わっていったそうです。それより前はパンだったみたいで。日本人だから米を食べないといけないっていうのがあるわけでもないんですよ。それってだから、ホブズボームの作られた伝統とかよく言いますけど、最近これすごい思うんですけど、食文化って別に誰かがこれを売りたいから、これが〇〇の伝統食なんだって言ってるだけな感じがする。要するにただの資本主義というか、商業主義というか、それに過ぎない感じもしますね。私ね、結構長い付き合いのあるノルウェー人の友達がいるんですけど、彼に聞いたらノルウェーとかだと各地域の特産品とか特にないそうです。つまりですね、そこから考えると、〇〇の特産品とか、〇〇料理みたいなものは、大体、後付け、観光誘致というか、そういう目的で後から作られるものだって別に基本的にそもそも人間社会にはそういうものはないんじゃないかとかって勝手に思ったりとかして。どうですかね？皆さんそこまでして白米食べたいですか？私は別に白米嫌いじゃないですよ。だけど白米を食べたいということを優先するあまり給食のおかず減らしたりとか、がダメになったりとかするのはちょっと本末転倒なんじゃないかなと思います。はい。